ちは。じゃあ今年も目切りのシーズンがやってまいりました。目切りといってもですね、よく知らないよって方、まだ始めたばっかりでやったことないよって方いらっしゃると思いますので、決定版として今年も目切りの動画をやっていきたいなというふうに思っております。で今日使う素材がですね、赤松です。目切りというのは大体ですね、赤松、黒松で行います。我々の業界だとまず赤松から行います。でその後黒松をやってですね、目を揃えていくんですけども、なんでこういう順番なのかなとか、どういうやり方をするのかなとか、そういうのを踏まえて、今日は見ていただけたらなというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。お願いします。はい。赤松、持ってきました、この木はだいぶ古い木ですね、非常に背は70センチぐらいありますかね、非常に大型の部類には入りますが、シャリというか、サバというか非常に荒々しい姿になっております。ただ何年も、針金をちょっとかけてないで素材的な形になっておりますので、将来を見据えた培養管理をしているような木になっております。そのため土鉢に入ってるんですけど、こういう木はですね、非常に元気がいいです。肥料もどんどん春先からどんどんこのようにですねあげておりますし、で、水もたっぷりあげてですね、土も粗めに植えておいたやつなので、比較的ぐんぐん伸びている部類の松ですね。でかえってですね、ちょっとこちらに赤松ですね、非常に構えが良くてですね、ここの、シャリとこの動きですね、非常に良くて、入手したやつなんですけども、こちらに関しては目がだいぶ短いんじゃないかなと思います。先ほどの赤松に比べてですね、大きさはこちらの方が大きいんです、けど葉の長さは短いやつです。これなんで起こっているかと言いますと、今年植え替えを行いました。植え替えをするとですね、やはり根には多少なりともストレスがかかってきますので、芽の成長というのは一旦やっぱりちょっと落ち着いてしまうわけですね。本来で言うと、こういう木を目切りを行う場合はあります、僕らの業界。やっぱ軸を長くしたくないので、ただ今動画を見られてる皆様、趣味の方でしたら植え替えをしたやつは目切りをしないっていうのがいいかなと思っています。セオリーというか、セオリーと言いますか、やらない方が無難ということですね。やっぱりダブルパンチでですね、ストレスがかかってしまうんです。目切りってやっぱり今年出た芽を全部切ってしまう行為になるので、やっぱり根を切るのと芽を切るっていう、それダブルでストレスがかかってしまうと、一気に樹勢を落としたりとかっていう可能性がありますので、先ほどのようなぐんぐん伸びたやつを目切りをするっていうようなイメージでやっていただければいいかなと思っております。目切りなんですけども、ちょっといらない枝を、ここに生えている葉っぱ、それとここに生えている葉っぱ、だいぶ色が違うと思います。こちらの葉っぱ、緑が濃くて茶色い軸の方の葉っぱはですね、去年生えた葉っぱになっております。でぐーっと黄緑色になっておりますが、ここは今年伸びた、軸と葉っぱになります。もう今年だけでこんだけ伸びてしまったんですね。で盆栽というのは、いろんな動画でも言ってますけども、やっぱスケール感を大事にします。木の大きさに対して枝の長さっていうのはなるべくこうコンパクトにしてあげたいと、その方が木が太く見えます。でまた葉っぱの長さもですね、なるべくちっちゃい方がいいんですね。大きく見えると、大きくちょっとスケール感がおかしくなってしまいますよね。その、問題点を解決するための行為が目切りとなってます。枝を短く葉を小さくできることができるのが目切りですね。ちょっとご承知しましたね。じゃあどこで切るのっていう話が一番重要です。目切りというのはですね、もう文字通りこの芽を全部切ってしまいます。元の方にちょっとで、ここにねちっちゃいのもあります。ちっちゃい芽が、これも切ります。これ理由は後でまたご説明します。こうすることによってですね、去年の葉っぱのだけの状態になりました。これが目切り後の姿になってますね。これをこの木全体的にやることによって、だいたい8月後半から9月にかけて新しいちっちゃい芽が出てきてですね、短くなっていくっていうのが僕らがやりたいことです。大丈夫ですか？決定は
去年のがよく喋ってた喋れてたかもしれない。まあ、とにかく目切りは枝を伸ばさない、はい、葉を短くするっていうような、その盆栽で作るのに必要な行為が入ってるってことですね。そうですね、はい、でまたですね、やっぱり今後ですね、この針金をかけたりとか培養管理していく中でいらない枝っていうのがどうしても出てくるわけですね、そういうのを一気にこの時期に整理するっていうのでも一番いいと思っております。そのために一回透かしてあげてですね、見えることによってやりやすくしていくっていうのが、まあ、同時並行でやるといいかなと思っております、はい、じゃあ早速やっていきましょう。基本的に僕らの業界だと上からやっていきましょうっていうのがあります。なぜかっていうと、まあ、一緒に木も掃除していくんですけども、上から下にどんどん掃除していくことによって掃除をしやすくやろうということで、上からやっていきます。喋ると余計なことを言っちゃうので喋ることが多すぎるんですよね、目切りっていうのは。だからどこから説明していいかっていうのが、大事なんですけども、じゃあですね、今度はじゃあこの目切りがなんでできるのかっていう話をご説明しようと思います。この目切りっていうのはですね、岡崎の大樹園さんの鈴木彩一さんが発見したって言われてまして、まあ、目切りと、単葉法っていうふうに言われてます。僕らは目切りって言っちゃうんですけど、単葉法っていうのがこのやり方になってます、はい、このじゃあ先ほどのようにパチッと新芽を取りました、でそうなった時にこの木が何を思うかというと、あ、どうしよう、今年出した芽がなくなっちゃったっていうふうに、木が勘違いをするわけですね、で当時の彩一さんの場合は新芽を芋虫に全部食べられてしまった。で芽がなくなったんだけども、そこから自ら自力で新しい芽を出してきたと。でそれが非常に葉っぱが短くて、しかもそれがなおかつ 2,3 個同じところが出てきたと。芽数が増えた。でそれが盆栽に使えるんじゃないかということで目切りにつながっているわけなんですね。総じて言うとこの目切りというのは木の勘違いを利用します、はい、で例えばここを見てください。この芽とこの芽どうですか？右が強いです。右が強いですね、はい、でここは弱くてですね、長さに違いがあるんですけど、これは何かっていうと、この枝自体の強弱がもうこの時点でできてしまっているわけですね、でじゃあ例えば仮にですけども、この芽をこの元で切ります。でこの強いのも同じように元で切ります、こうなった時に何が起こるかと言いますと、大体9月とか10月ぐらいに生え揃ってきた芽もですね、同じように強い弱いになってしまうんですね。でこうしてしまいますと、はい、先ほど言ったようにスケール感の話します、この木に対してどれぐらいの葉っぱがいいかっていうのと同時に、やっぱ同じぐらいの葉の長さで揃えたいんですね、はい、ですのでこの強弱の差っていうのは非常に難点なんです。今と同じ強弱のまま出てしまうと良くないっていうことですね、バランスが悪くなる。じゃあこれをどう解決するかと言いますと、僕らは2つやり方があります、はい、1つは切るタイミングをずらすっていうことです、こういう大きい木の場合はですね、特にですけどもこの下枝っていうのは非常に弱くなるんです、はい、なんでかというと、特にこの木なんかは上の方をまだ透かせてないので、非常に上が強くなってしまっている状態です、樹幹部の方が太陽に近いのとあり、水を一番引っ張るところですので、芽はこんだけ長くなっています。かえって下枝の方を見てみますと、長くなっているのはもちろんありますけども、ほとんどの芽が、ちっちゃくなってしまっているわけです、こういう状態になってしまうと、非常に先ほどの同じようにやってしまうと違いが出てしまうので、切るタイミングをずらします、はい、短いのを先に切るですね。短いのを先に切る、はい、そうすることによって木がどうしよう芽がなくなったって思うタイミングを、ずらすことができると、で短いの先にやって、今度中くらい長いのっていう形で丁寧な人は3回ぐらいに分けて、切ります。そうすることによってですね、木が芽がなくなったと勘違いするタイミングをずらすことによって、短いのは成長が遅いです、長いのは成長が早いです、だからこの差を使ってこうゆっくりの時にこうやって早いのを合わせるというのが、タイミングをずらすという一つのやり方、でもう一個がですね、我々だと非常に多くの松を扱ってます、同じタイミングで何本もやらないといけないっていう状況になってきます、でそういう時にどうするかと言いますと、
切る長さを変えます。ここに見ましょうか。ここ短いのあります。短いのは、元で切ります。一番下のところで切ります。もう本当にキワキワですね。去年の葉っぱのキワキワで切ります。今度この長いのに関しては少し軸を残して切ります。こうすることによってですね、ちょっとだけ残った芯のところがだんだん徐々に枯れ込んでいくんです。で枯れ込むタイミングをずらすことによって木が芽がなくなったと思うのをタイミングをずらすというのがもう一個のやり方です。なので長いのを少し軸を残して短いのを際で切る軸の長さを変えてあげるのが2つ目のパターン。木が勘違いするまでに時間がかかるから、先ほどのタイミングをずらすと同じような効果が作れるわけですね。でもそれを同じ日にできる、ので我々にとっては早く仕事ができるので、このやり方をいつもやってます。1回で終わるから。1回で終わるから。なるほど。どちらがいいかは、皆様次第かなと思ってます。より丁寧なのはタイミングをずらしてあげるっていうことになってます。だいたい5日から1週間ぐらいですかね、差を開けてあげると非常に生え揃いがいいというふうには昔から言われています。で今度デメリットを申しますと、長く残す場合はですね、この切った芯が残ってしまうので見栄えがちょっと悪いです。でさすがに短くしたとしてもそれでも若干差は出てきやすいですね。でもタイミング、要は1週間後に切るとかっていうタイミングの方はですね、タイミングを間違えちゃうとそれは帳尻合わなくなっちゃう。その双方にもメリットデメリットがあります。なるね。はい。というのを踏まえていろいろ話すことが長くてですね、何回も取り直してます。じゃあ上からやっていきますね。はい。大体ですね、下のこういう短いやつを見てですね、それに対してどのぐらい残そうかなっていうのは決めてやってます。軸を。はい。これは下の枝の弱いわけじゃないですか。はい。下の枝は芽切りしないとかいう選択はあるんですか？もちろんあります。ある。例えばですけども、ここら辺の枝を見てください。もう芽が伸びてない。こういうのはね、もちろんできません。でまたここら辺の芽、非常にちっちゃいですね。あとはこの辺の芽とか弱ってますね。はい。この辺のやつをやってしまうと、おそらく出てきません。はい。このぐらいだったら大丈夫だと思います。ただやっぱこちらの芽の方が強いんですよね。なので植物っていうのは、元気な方を生かそうというふうな動きをしますので、こういう短いやつを仮に切ってしまうと、もうこの芽はいいやってことで自然淘汰してしまうわけですね。これをでも使いたいよね、で枝を短くするんだったら中側の懐の芽が大事だよねっていう考え方が盆栽の考え方なので、こういう芽に関してはいじらない、そのまま残しておくっていうのがセオリーです。ですので弱いものはですね、強い負担をかけてしまうと樹勢を悪くしてしまう可能性があるので、先ほど言ったような形で植え替えをしたやつとか、無理な針金かけをしたやつとか、そういうのは芽切りをしないっていうのがいいかなと思っております。この芽切りの最中にですね、やっておくといいことっていうのがあります。これは芽切りと直接関係があることとないことの2つあるんですけど、1個がハスカシをします。先ほど樹勢の話をしました。でなんでこの樹勢の差が生まれるかというと、去年の葉っぱや芽の強さがそのまま影響で出てしまうんですね。例えば仮にですけども、この枝、去年ですね、すごく長く芽が伸びてしまっている枝になります。これですね、一回樹勢を、強くするために芽切りをした場所としない場所を作りました。本当に強いところだけ芽切りをした木になっています。こう軸が伸びてですね、去年の葉っぱがいっぱい出てしまっているんですよね。これ芽切りした状態ですね。芽切りした状態で、こういうのをですねそのまま放っておくと樹勢に差が出てしまうと、次に出てくる芽にも、差が出やすくなってしまうので、この状態で均等化をしてあげたい。なので強く伸びてしまってる芽
ちょっと長く残した芽に関しては、葉っぱを多く取ってあげましょう。こうすることによって、水を引っ張る力を少なくして樹勢をコントロールすることができるんですね。で逆に弱い葉っぱに関しては葉っぱは残し気味で置いといてあげると水をいっぱい引っ張ってくれるので芽の成長を促すことができる。それは新芽の強さで変える？新芽の強さで変えてあげましょう。はい、あとはもう一個は、よく七五三という言い方をしますが、はい、樹幹部とこの中間のところと、はい、下枝のところでは、樹勢に差が出やすい、ですので昔から、七五三といって七五三をそのまま言葉の通りにやると、上の方の葉っぱを7割取る、でミドルが5割取る、でこの下枝のところが3割取る、はい、っていう感じで葉透かししていくと、樹勢が合いやすいです。でこの作業は、今やることではないんです。本来は一番のベストは、秋以降葉が揃った時に2番目に吹いた芽を調整してあげるっていうのが、冬場にやる作業なんです。でそれをやらなかったからこういうように、芽が均等化されてない状態になる。なので、この葉透かしっていうのを秋冬にやってない木に関しては今の段階でこの葉透かしをやってあげるといいと思います。よくこの下をですね、7枚にする5枚にする3枚にするみたいな言い方の方もいらっしゃる。そっちの七五三。けどそれって樹勢によってだいぶ違うと思うんです。はい、木の、持ってる元気がないやつでそれやっちゃうと、それで頭の方枯れてしまっても意味がないので僕は割合でいいかなといつも考えてます。はい、7、5、3でやってあげるといいと思っております。はい。葉透かしもしましょう。葉透かしもしながら、はいね、これちょっとやってみました。はい、だいぶすっきりしたと思います。作業は進んでおります。上の方がね、はい、この辺はもうすっきりしましたね。すっきりしたね。ちょっと一部やってしまったところもあるんですけども、もう一個考えないといけないところがあります。はい、はい、これを見てくださいと。まずこれ去年の芽切りの後ですね。はい、さっき言ったようにちょっと長く残すとこうやって残ってしまいますよっていうデメリットです。切ればいい話なんですけど、はい、で同じところからですね今4つ芽が出てる状態です。これ車枝とかっていうふうに言いますけども、いろんな動画で言ってますけど盆栽っていうのは基本的には二股で作っていきたいんですね。でこういう時にいつも説明する時に僕カンタの法則っていうことで言っております。もう一回説明するとこうやって芽があります。はい、はい、でカンタの法則何が、ポイントかと言いますと、まずこの木の中で強い芽また強い枝を抜きましょう、っていうのが1個あります。はい、あとはですね基本的にこう枝っていうのは下を向けて針金をかけていきます。はい、なので下を向いた時に横にこうV の字に横になるようにやると針金が非常にやりやすくなります。棚作りがしやすくなりますので、横向きの芽また強いのと弱いのを取り除いてあげて中間の芽を2つ残してあげると非常にいいよねっていうのがカンタの法則になっています。はい、これで説明しますと、まず強い芽っていうのが、中指、またこの親指ですね。またこの2つを見てもですね、上を向いてます。またこれも下を向いてます。こういうのは間違いなく落としてしまっていいやつです。でこうなった時に今度小指、これがですね小さい芽、はい、弱い芽です。弱い芽を残しておくと軸は短くなるんですけども、弱すぎると今度例えば芽切りしたとしても同じ場所から1個しか出なかったりとか、可能性がちょっと低いので、せっかくいい芽があるんだったら取ってあげようということでちっちゃいのを取りますと、そうするとこの鎖指と人差し指が残ります。これを残して切ってあげることによって横に
平行に中くらいの目の長さのやつを残すことができるというのがカンタの法則です。これで言うと今4本あります。強いのがどれかというとこれとこの枝です、中くらいのがこれとここにあります、僕はこういう場合はこの強いのとこの強いのを取ってあげると、そうすると同じような強さの芽が2つ残りました。で綺麗に V の字になっています、でこれを見切りしてあげると、強すぎるのを除くみたいな、その方が枝は短くなりますので、でこれをまた端かしをしてあげましょう、こうすることによって綺麗な V の字の芽が完成しました、これが理想です、ですのでこれを全体的にやっていくっていうのがこの芽切りと同時並行にやっていくいいポイントです。なるほど、いろいろと強い弱いあったりとか同じようにいかない場合も多々あります、けども意識としてはそうやっていくんだっていうのを思ってやっていただくと非常に分かりやすいんじゃないかなと思います、これをカンタの法則と言います。なるほど。例えばこういう場合弱すぎるのってこういうやつ、小指のこういうのは取ってあげようっていうことね、弱すぎる。そうで新芽も出てないですもんね。そうでこういうのこれで芽切りのタイミングでやることなんですか？これはだから先ほど言ったようにハスカシと同じタイミングでやってあげた方がいいと思います、冬、秋、秋の終わりから冬にかけてピンセットとかで取ってあげるんですけど、そのタイミングで切ってあげた方がやっぱり余分なその栄養を使わなくて済むので木が、それが一番理想ではありますけど、どうしてもやっぱ放置したやつとか伸ばしっぱなしとかのやつがあると思うので、そういうのに関してはこのタイミングでやってあげないとまた差ができてしまうので良くないですよっていう感じですね。でもう一個ワンポイントあります、例えばですけどこの枝、非常に去年の芽が長くなりましたね、で新芽がここだったのでここで切りました、で端かししてあげるっていうとこれぐらいの長さができてしまうわけです、じゃあちょっと短くしたいよね、そもそもこれ自体が長すぎるよねっていう場合はここでやることもできます。なるほどね。芽がなくなるのは同じことで、そうです。そう本来芽が出てるところのここでやるのが芽切りのセオリーなんですけども、ここでやることもできなくはないですよっていうのが確率はちょっと下がっちゃう。下がる。新芽が出る。そう。けどできなくはない。じゃあこれ残しておいてもしょうがねえなっていうふうぐらい伸びちゃったやつは、そう途中の葉っぱは絶対残さないといけないです。で残す枚数はなるべく多い方がいいです。なるほど。まあちょっとだけ縮めれるみたいな。そう。っていうのが1個ありますので、本当にどうしようもないやつはそうやってやってあげるとより短くはなると思います。ありがとうございます。仕上がりました。夏の芽切りですね。さっぱりしましたね。さっぱりしましたね。だいぶこの木自体が何年間か、元気をつけるために枝を伸ばしていった状態なので暴れているところいくつかありますけども、ただこれ今度針金をかければですね、非常にいい木になってくる木です。こんだけ肌もきているし、シャリの感じも、厳しさが出ておりますので、ただ、その前段階として
この目切りというのは非常に欠かせない作業になってます。ですのでこういった形でですね、今必要ない枝も落としつつ、目数を調整していくことによってこの後の針金かけが非常にやりやすくなりますので、ぜひ、この時期にしかできない作業ですし、またやった方が、ね、この木の成長のためですので、ぜひやっていただければかなというふうに思います。はい。目切りの時期は黒松、赤松ありますけど、はい、どうでしょうか。基本的にはですね、我々の業界だと6月の中頃から、赤松の目切りというのが始まってきます。はい、それと同時ですね、非常に大型の黒松なんかも同じ時期にやってはいくんですけども、例えば中品商品サイズの黒松に関しては、7月に入ってからとか、そのあたりからやってあげる方が、葉っぱの伸びが収まりがいいですので、ちょっと後ぐらいにやっていただくといいかなと思います。はい、ですので大きさに合わせたタイミングでやっていくと。大きいものは少し葉っぱが長くても大丈夫ですので、わりかし早め6月中旬ぐらいから後半にかけてやっていきますけども、ちっちゃいものに関してはその後7月に入ってからでも全然大丈夫です。8月になったら遅いですか？いや、ですね、昔はですね8月の目切りっていうのは非常に僕が入った頃も教えられてやっていましたけども、やっぱ昨今は暑くなってます。で本当に8月入るとですね、木が非常にその休眠に入るのが早かったりとか、なかなか木が活発にならなかったりするので、そのリスクを考えて若干今1週間2週間早めにスタートするっていうのが我々の業界だと流行りですかね。なるほど。じゃあ地域によってはもちろんです。8月だから寒いところだと8月とかでも全然、大丈夫だと思います。ただそれこそ地域差っていうところで言うと本当に置く場所とか、環境によっても変わってきますので、これが正解ではないんですけども、早いのには越したことないんです。それは木を生かす元気にするっていう面で見ると早い方がいいんですけども、今度は葉っぱが長くなってしまうので、そこのバランスをどこに持っていくかっていうので、何年かやっていっていただくと非常に分かりやすいのかなとは思います。じゃあ目的によってもタイミングは変わってくるし、そうですね、時期や環境も変わってくるとよく見て決めたらいいんですね、タイミングは。そうですね、やっぱり私もですね、非常にその目切りっていう作業が当時に入った頃、非常に面白くもあり大丈夫かなって一番不安に思った作業なんですね。今年の芽を全部取っちゃうっていう。ですが何年もそれを続けていくとこんな感じで生えてくるんだとか、分かってきますので、何事もチャレンジと思って樹勢がいいやつではぜひやっていただければいいかなと思います。ということで、目切りというのはですね、いろんな要素が詰まった作業になっております。ですのでわからないところはちょっと一旦ストップしながら実践していただけるといいかなというふうに思いますので、ということで、赤松の目切りを行いました。黒松も同様にできますので、ぜひこれからのシーズンこの目切りを楽しんでやっていただければいいかなというふうに思います。この動画がいいなと思いましたらいいねボタンとチャンネル登録をお願いいたします。お願いします。Please subscribe and thumbs up. Thank you. バイバイ。ありがとうございました。ありがとうございました。おまけは通販チャンネルですね。ぜひご覧ください。変なものをおすすめしてるわけじゃないので、絶対にあるといいものですね。それの Amazon リンク貼っとこうか。アフリエイト今稼げるから YouTube。楽天もいけるらしい。もう一個ありますよ。もう一個ある？もう一個ある？なんかキレが悪いな。そんな時はこれです。刃物クリーナー。刃物クリーナー。これですね。2、3回プッシュします。こうすることによってですね、この闇が溶けます。そうすると、ほら。お、すごい。綺麗になった。すごいでしょ。スプレーしただけですよね。そうです。こすってないよ。こすってるでしょ。こうやって拭いてるだけだ。ゴシゴシしなくても。そう。これでもう完全に。ほら。
特に綺麗ね、になります。これ切りした後はヤニがつくから。本当にね、すぐ黒くなっちゃうんですね。はいはいで切りにくくなっちゃうんで、絶対この頭が終わったらとか、下枝終わったらっていうタイミングでやっていただくと非常に切れ味よくハサミが切れるようになります。はい、素晴らしい。こちらですね。はい。はい。こちらのリンクをこちらに。概要欄に。概要欄にあともう一個それいいですか、シューって。これマジでいいよね。ちょっとこの中に葉っぱが入っちゃったな。うん。この時は大変ですよね。これです。これはどこのだ。これでも江南ですね。江南さんのやつです。まあ売ってるかな、桃太郎かな、わかんないけど。これをですね、こう噴射します。中の葉っぱが吹き飛びます。そうですね。これ1台あるだけで全然効率が違いますので、はい。ぜひこれもお買い求めください。これ売ってるかな。コーナーさんいつもお世話になってます。コーナーサイトもそうになってます。はい。またありますか。おまけで終わりでいいんじゃないですか。香取線香いきますか。香取線香、香取線香みんな使ってるでしょ。なんか多くなってきたな。今6月ですね。はい。これも大きくなってきました。はい。そんな時はこちらですね。アース、香取線香最強。最強、国内初最高レベルの 100m 蚊よけ空間。すごい。非常にですね、この匂いがいいんですね、こあ、そう。れ。はい。皆さんもぜひお試しください。香取線香の匂いじゃないんだけど。あ、すいません。あ、なんか、もう草原にいるような。草原違くわかんない。キャラの匂いですので。キャラの匂い。はい、だからあれですね、松ヤニが固まったような匂いです。非常にやっぱ爽やかな草原の。芳醇な感じ。芳醇な。はい。芳醇なです。芳醇な香りですね。教室の生徒さんからもですね、あれお香を炊きましたっていうような言葉も出るぐらいいい匂いの香取線香ですので、こちら。アースですか。アースシェイクさんですね。はい、アースさんいつもお世話になってお世話になってます。はい。案件お待ちしております。全部ノー案件での件で。やっております。それではおまけでした。